きの特大アップデート全貌が明らかになり始めました。主力アップデート紅葉バイオームについての詳細をむちゃくちゃ細かく検証し、新構造物のハイキャンプ様々なバイオームに生成されるのですが、バイオーム別入ってるもの違うの、そこまで全て検証します。レアバイオームだとどうなのか、そして紅葉バイオームには新しいキノコも登場。なんと挙動が面白くマイクラアスレチックや新しい内装が誕生しそうな予感、こちらも詳しく検証してます。続いては羊毛の階段とハーフブロック。羊毛全16種類の階段とハーフブロックが追加されたわけですが、従来の階段とハーフブロック何が違うのか差分まで検証してます。そして新バイオームに生成されるポプラの木、葉っぱには3種類があっていろいろなブロックの挙動、そして新しいデザインドアは弓矢を通すことはできるのか、クリーパーは爆発するのか、ポプラの木の苗木は通常の挙動なのか、そして巨木は誕生するのかなど、今週発表されたスナップショットの内容をマジで細かくマニアックなレベルまで検証してます。何より見てほしいのはハイキャンプ。この動画1本でマイクラ最新情報に一気に追いつけます。いつでも見返せるようにグッドで保存。それではご覧ください。まず今回のアップデートで外せないのがこの紅葉バイオーム。基本的に寒い地域に生成されるようです。早速ハイキャンプありますが、こちらも全て紹介検証します。まずこちらの紅葉バイオームに生えているポプラの木でございますが、見てください。葉っぱがこれ影もっと入れてないですからね、オレンジっぽい色と濃い赤、いや発色いいよね。その上でくすんだ黄色みたいな色の3種類の展開になってます。なんかアパレルの紹介みたいになりましたけど、この3色展開通常の平原で置いてみるとこんなような色をしています。これマジで建築はかどるぞ。黄色い葉っぱの下には黄色い落ち葉のエフェクトが出ております。これ綺麗。そして赤色の葉っぱには赤い落ち葉のエフェクトが出てます。そしてこの橙色の葉っぱの下には橙色の葉っぱ。建築勢大歓喜。こちらがポプラの木の原木でございます。見た目ペールオークに似てる雰囲気ありますね。このようにポプラの木が生えていながら、この紅葉バイオームにはポプラの木の倒木もございます。そして先ほど紹介した葉っぱの色に応じてポプラの木の幹はね、特に変更はありません。すべて同じ幹です。ではこの幹ですが、剥くとこのような色、ちょっとくすんだ白、暗めの白というイメージ。200色あんねんってことですよね。200色の一部をマイクラでもお見せしたいんですが、ペールオーク剥くとかなり色が違うのがわかります。ペールオークの方が真っ白。そして白樺に関しては、でも白樺やっぱ木の感じがねまだ残ってますね。この色の違い全然違う。続きまして板材。うわ、板材もだいぶ色合いが違います。だから白ってかグレーだね。ペールオークが白すぎて本当に灰色グレーというイメージ。ちょっといろいろクラフトしてみましょうか。階段、はい、こちら。そしてハーフブロック、トラップドアもね作れます。そしてフェンス、ドアなんかも作れてボタンも作れる。まずはドア、これマイクラのアップデート情報にもありましたけど、海外のスウェーデンでしたっけ、そこで有名なねドアの形を採用しているようです。これ相当外見えちゃうよ。ちなみに弓矢は通るんでしょうか。せーの、よいしょ。わー、通らない。空中に刺さってる。まあそりゃそうだよね。一応検証したいのが、クリーパーは目が合うと爆発してしまうんですが、さあどうだ。おお怖すぎるだろ。ただこのように爆発はしない。お家とかに作るとより実用性がありそう。ハーフブロックとかもこのような色で、トラップドアもね同様にこのように真ん中にひし形が開いております。これもおしゃれだな。で縦に貼るとこんな感じ。これいいね。そして階段でフェンスもこんな感じだから、最初白って言いましたけど本当灰色グレーだね。ボタンの色はこんな雰囲気。ポプラの木の棚もこのように作ることができます。かっこよくないこれ。次に苗木ですが、見た目はこんな感じ。苗木がそもそもなんか可愛いな。この苗木に骨粉を生やすことでポプラの木成長させることができます。そしてこの今は赤い木が生えましたが、ドーンとやると次はこのような黄土色のオレンジの木が生えました。こちらのね生える色については完全ランダムっぽいですね。たまたま3色出ましたが、次赤出たら赤出たな。じゃあ次オレンジ出るとかある？よいしょ。黄色出た。だから完全ランダムっぽいですね。ではこの苗木を巨木風にして生やすことはできるのか。
じゃんじゃん。うおー、生えましたが巨木にはなりません。そしてこちらの紅葉バイオーム、火を放ってしまうと倍速、このように燃え広がってしまいます。通常のね木と挙動は一緒ですね。そしてポプラの木もこのように燃えてなくなってしまいますんで、火気厳禁でございます。では続いてこちらの苗木を通常の平原に生やすとどうか。より色が映えて可愛いな。そしてよいしょ、生えまーす。バイオーム依存とかではなく拠点に生やすことができます。そしてもちろんハサミを使って葉っぱドロップさせることができる。いや赤いいな。クワでこのように叩くと壊れて苗木がドロップしますね。こちらも通常の木と同様。そしてはい、こちらチャキンシェルフマッシュルーム。マッシュルームがね生えております。これは原木の横につけられるのか。これなんか浮いてない？これちょっとバグってるんでしょうか。よいしょ。木につけられるという雰囲気。ちょっとこれはもしかしたら変な挙動になっちゃってるかもしれません。サイドに設置することができて、上には設置することできません。下にもつけることができません。でこちら食べれるのかというと食べれないんですが、はい、こちらキノコシチューを2つで作ることができます。本当にキノコの代用というイメージですね。特にね、なんか食べてなんかエフェクトがつくということではありません。そしてなんと骨粉をあげるとでかくなります。相当でかくない？ちなみに地面には貼り付けることできなくて、他の原木とかの横には貼り付けることできます。先ほどは骨粉渡しましたが、キノコをね、重ねることはできません。なんで骨粉だね。サバイバルにして、キノコ1個壊すと、チャキン1個ドロップ。そして大きなキノコを壊すとチャキン何個ドロップする？合計2個ドロップしました。サイドにしかつけらんないんで、ちょっとどういう使い方ができるか。そしてこの何よりキノコの機能なんですが、上に乗ると、はい、わかりますか？ちょっと跳ねるんです。ボチャンボチャンボチャンと。ボチャンボチャンボチャン。なんかスライムの上に乗った時のような感触なので、アスレチックとかで使える可能性ありますね。このような形でほぼサスケが出来上がりました。いきます。こうやってやるとちょっとこうバウンドするの分かりますか？では最後ちっちゃくこれ結構難しいよ。よいしょ。バウンドするからアスレとかでもガチで使えそう。ちなみにキノコにキノコを貼り付けることもできません。ちょっとした棚になりそうだね。例えばこのキノコの上に植木鉢を置いてみると、若干浮いちゃうのか。こんな感じでピタッとついてくれたら棚みたいな感じで作れるかなと思いましたけど、建築アイディアあったらコメントください。そしてこの紅葉バイオームにはこちらですね、従来のこの茂みのような茂み置くとこれ紅葉の色になるんだけど、このバイオーム依存だよねこれ。よいしょ。マジでちょっと平原で置こう。平原で置くとよいしょよいしょ。はい、通常の茂みなんですが、なんと紅葉バイオームに置くと茂みの色も変化。全く色も違います。こちらのブロックは例えば木材などには置くことができず、茂みのようなこのように土系のブロックに置くことができますね。なんでこんなような風に生やしてトラップドアで囲ったりしてこう花壇みたいにするのもおしゃれかもしれません。特別レアというわけではなくて、このように軍団でね生成されたり、近くに茂みも生えてますね。そしてこちらの茂みは骨粉を与えるとなんと周りに生えます。ちなみに茂みはどうだったかというと、茂みもね周りに生えてくれるんで、もう増やし放題というイメージですね。こちらの赤い茂み、私今サバイバルモードで素手でシンプルにドロップするアイテムとなります。なんでハサミとかクワはね不要です。隣接するマスに生やせる場所がないと骨粉を与えても生えません。一方でこういう横とかにね生えてくれます。何かクラフトができるかというと、クラフトはできなさそうですね。染料とかにもならなさそう。そしてお待たせしました、こちらハイキャンプでございます。このハイキャンプはもちろんこの新バイオームの紅葉バイオームにも生成されますが、むちゃくちゃたくさんのバイオームに生成されるとのことです。今羅列する中でも、タイガやスノーリータイガ、こちら英語表記となってますが、かなりたくさんのバイオームに生成されるようです。では気になるのがこちらのチェストの中身と樽の中身ですよね。まず樽の中身、せーの、何入ってんの？バンドルゲットできんだ。そして釣り竿、キャンプだね。骨付き肉食べてパン食べて釣りしてたってことだよ、原始人が。その上でバンドルでね荷物もここに入れてたっていう。では次、隣の樽、せーの、よいしょ。ウサギの皮、いやクモの巣。これ地味に大きいのがクモの巣が取れることなんですよ。クモの巣、ハサミで叩くとドロップすることができて、このようにね装飾に使うことできますし、適切ツール剣で叩くとこのように糸が入手できます。
なんで、糸って結構ね、ちょっと序盤手に入れるの大変だったりしたんで、これは神アップで、ウサギの皮ゲットできるんだね。ウサギを倒してた狩猟採掘の時代かもしれません。そして、このチェストお宝入っててくれせーのよいしょおー銅のチェストプレート、骨、リード、チャッカマン入ってる。チャッカマンっていうかヒューシーズと違うね。チャッカマン入ってんだ。そして、蔵とかも入っていますが、ゆうきよチャンネル視聴者さんにお役立ちするチャンネル目指してますんで、他のハイキャンプも探してみましょう。さあ、まず別の紅葉バイオームに来ましたが、ありましたね。うわー、待ってこちらのハイキャンプおもろはい、こちら、じゃがいもですね。じゃがいもが生えていて、クモの巣が生えていて、砂利もございます。その上で、あとは一緒だね。苔むした塀と石の塀。面白いね。そして、このハイキャンプにはなんと、樽ありません。いや、面白。それでは、1個のチェスト、オープンザ。せーの、よいしょ。うわらら、望遠鏡。そして、白紙の地図。白紙の地図はでもこの辺りの地図が出るだけか。この辺りの地図が出るだけですね。で、コンパス。そして、銅の防具、革。そして、ウサギの革ですね。ハンドルが結構ありがたいかも。さあ、続いて TP してみましたが、続きましてもハイキャンプが紅葉バイオームにございますが、待ってください。テントの中にもぶち抜かれちゃってますけれども、なんと、チェストあって、樽が横付け、なんと2つあって、銅のランタンティンパンかましております。ではちょっと樽見てみましょう。よいしょ。白いろうそく。なんか、ラインナップ違うよね。そして、こちら。パーンと、機能の。キャンプグッズだね、確かにね。では、続きまして、こちら。チェスト槍銅のシリーズが結構入ってるイメージで、バケツ入ってんだだから初期でこのハイキャンプ見つけることができたら結構ありがたいアイテム揃ってるね。はい、続いてはこちら森ですね。森の中にあるハイキャンプ。こちらも木がドカン生えちゃってますけれども、樽とチェスト。それではじゃあ樽行かせていただきます。せーの、よいしょ。バンドル。パンですね。そして、こちらのチェストはどうか。コンパス。ロケ花ロケ花マジおもろ。こんなことなかったでしょ。だから、キャンプで花火してたのかな。ガンガン見てこう。続きまして、桜のバイオームに生成されているハイキャンプでございます。なんとこちらは、チェスト2つ、作業台があって、ランタンティンパンかましてます。いや、面白いね。しかも、同じバイオームでも中に入ってるアイテム違ったりしますからね。それでは、チェスト、オープン。わお、弓、剣、戦闘民族だ。そして、ろうそくとか蔵とかロケ花、バンドルが入ってます。新作出たね、弓。続いて、こちらのチェスト、オープン。ここら辺は見たことある雰囲気ですね。望遠鏡、コンパス。だからほんとキャンプグッズだ。キャンプ行きたくなってきたね。続いてはこちら。英語表記ミドウにチェストあります。せーの、オープン。槍雲、そして剣、白紙の地図。この辺まで見ていくと、結構すでに既視感はありますね。他にはございません。続いてこちら、大河の森でございます。大河の森にもこのように木がめり込んで、木めり込みがちじゃない？めり込みつつチェストと樽がございます。では、樽。オープン。新作来い。既視感ありますね。ちょっとさっき畑があったの結構レアだったっぽいね。そして、チェスト、オープン。ロケ花と、ここから新作は出ないのかな。飛翔は1っぽいですね。ちょっと一回使ってみましょう。よいしょ。別に花火ではございません。続いては、ペールガーデン。これ恐ろしいな。これ恐ろしくない？見てください。これは不気味な感じがすごいわ。あるのは樽と、樽3つあって、チェストがないですね。よいしょ。チェストが今回はございません。では、それでは、ツタがいい感じだな。樽オープン。あれガラス瓶新作出ましたね。ただ、激レアアイテムが入っているというよりは石炭も入っちゃってます。そして、こちら。オープン。石炭が新作というイメージでございました。これはいかつい。焚き火はやっぱりハイキャンプということで、常にね、消化されてますね。なんかこれ燃やしたら進捗とか、ないですね。かつてはこんなような風景だったんでしょう。続いては雪の大河、スノーリー大河ですね。見てください。倒木がテントを押し倒しちゃってるという描写。これは危険ですよ、本当に。キャンプとかでも倒木とかにはリアルに注意しなきゃいけなかったりするんですよね。それが再現されている。樽が埋まってました。オープンザ。樽。
こちらもまあこれまでのラインナップ続いてちょっとめくっていく感じですが、うわ倒木恐ろしいよ。樽1個発見しました。既視感ありますね。なんでこれまで見たラインナップもちろん変更あるかもしれませんが、割と網羅できたかもしれませんね。続いてこちらまた戻ってきました。紅葉バイオーム。ハサミさっきなかったね。新作来ました。なんで、よいしょ。こちらを見ていくと、こちらは見たことありますね。そしてお気づきだと思うんですが、羊毛の階段のみ使われているんですかね。なので私ベッドが作れるんじゃないかなと思いましたけど、これだけでは作れなさそうです。こちらはジャングルの中のハイキャンプ。ランタンティンパンかまされてて、チェスト。はい。そして、作業台ありますね。樽が2つ。樽オープン。一緒。こちらは一緒。このチェストの中身はドン一緒。ハサミがね、ありますね。ちょっと面白いのが竹のフェンスが生えてます。続いては白樺の森のハイキャンプ。こちらもね、倒木が恐ろしいですが、チェストの中開けると望遠鏡が2本。なんか法則性とかはあるのでしょうか。そして、白樺の森はね、白樺のフェンスが使われてますね。こちらの樽開けると、うさぎシリーズ。続いてはフラワーフォレスト。お花がね、たくさん生えている森のハイキャンプでございます。結構バイオーム細かいですけどね。ここにはチェストと、チェスト2つありますね。逆に樽はありません。それでは、オープン。ロケ花だ。お久しぶりですね。他は騎士官。続いて、もう1個のチェストオープン。騎士官ですね。騎士官ですねってやめてほしいよね。続いて、白樺の森なんですが、ちょっと見てください。別の白樺の森のバイオームなんですよ、これは。なんと、食料俵あります。そして、これ期待大だぞ。オープン。ここら辺はね、通常ですが、このように、俵あるのはでかいね。石炭プイバタイム。続いてこちらはメガタイガに生成されるハイキャンプ。見てください。カーボタンあります。そしてカーボタンの周りには苔むした石があって、別にここら辺は何もないですね。はい、こちらチェストと樽が一つずつ。オープンザタルいつも通り。そしてチェスト、こちらもいつも通りですね。これは面白い。続いてはまた別のタイガのバイオームでございます。なんとこの水は天然なものなのか、ハイキャンプに付属しているのか分かりかねますが、樽があります。いつも通り。ワンチャンさ、釣りとかあるから、ここはハイキャンプと一緒これ。そして倒木されて、これ危険ですが樽がございます。こちらもいつも通り。もう割と見切ったのかもしれませんね。続きまして、こちらはサバンナのハイキャンプ。バイオームに応じたフェンスが使われていて、オープン。こんな感じ。もうちょっとこれ中もさすがに新作は出ないのかもしれません。続いて期待したいジャングルバイオームのハイキャンプ。こちらも倒木がね、印象的ですね。倒木にはガチでみんなキャンプするとき注意しましょう。オープン。食料と石炭。オープン。一緒。なんか他に面白いのない？樽あった。隠れ樽。オープン。一緒。こんな感じ。続いて沼地のキャンプ。なんだこのキノコハウスは。このようにね、バイオームがガンガン貫通していくというイメージですね。待って、何これ。何これ。これたまたまじゃないよね。これは多分ハイキャンプの一部じゃない？クモの巣あるから。なのでここめくってみるとなんかあんのか。鉄があったね今ね。別にめくったからといってなんかあるわけじゃないですが、鉄が生成されてました。待って、多くね、なんか戦利品。オープンザ樽。革シリーズ、ろうそくシリーズ、いつものセット。その上でなんかいつものセットなんですが、これ見つけたらテンション上がる。続いてこちら、吹きさらしの森っていうんですかね、ウィンドスウェプトフォレストっていうバイオームなんですが、ちょっとですね、マグマこれたまたまでしょ。たまたまですけど、これ絶対ダメでしょ。苗木が生えてます。そして謎のポストが作られてますね。そして燃えちゃってるから、こっから燃えるから。チェストが1個だけ。オープン。いつものセット。なんかバイオームに応じてこういうちょっと見た目に変化があるのも楽しいですね。さあ来ました、ラスボスメサはどうなんだ。失礼します。さあということで、待ってください。これ普通な感じがしますよ。銅のランタンティンパンありますが、オープンザタル。一緒。タルなんかメサっぽい。ご当地のあれ。ご当地のあってくれ。なんか
いいやつあれ。まあね、こちら見つけたらテンション上がりますしね、この糸とかも回収可能。こちらが18種類のバイオーム別ハイキャンプでございました。もうバイオームなんか何十種類あるじゃないですか。今後ね、追加もされる可能性あると思いますんでお楽しみに。そしてこのアップデートでは羊毛に階段とハーフブロックが追加されます。見てください、こちら全色の羊毛階段と羊毛ハーフブロックが追加されます。階段でこのようになんかソファーとか作れそうだよね。モフモフ感がしっかり出てます。クラフト方法はというと、通常の石の階段のようにこのように羊毛を6つ並べると4つ階段ができます。一方でまあね、石もこのような形で6つの石で4つの石の階段ができるんですが、石の場合石切り台を使うと6つの石で階段が6つ作れちゃうんですよ。なので石切り台お得ですよ、そんな話ありますが、羊毛はさすがにできませんでした。だから黄緑色のハーフブロックとかってなんか不思議じゃない？相当ね、可愛い建築ができたりすると思います。その上で木材の場合、このように横にハーフブロックダブルで重ねると見た目ほぼフルブロック。しかしこのように壊していくと邪金ハーフブロックが2つ落ちました。では今回のハーフブロック積むとやはりね、もう見た目これ一緒と言っていいでしょう。そして壊してみるとどうだ、ジャキンハーフブロックが2つドロップしました。こちらはもちろん1つなんでフルブロックが1つ。ではカーペットとの大きさ比較もしてみましょう。かなり違う。もうそりゃそうだよね。従来のハーフブロックの大きさとなってます。では次にこの羊毛ハーフブロックは水の上に敷いて水源を壊さないのか検証してみましょう。通常のハーフブロックですと水は消えずによいしょよいしょよいしょ壊してあげてもハーフブロック置くことができます。では羊毛を置いてみましょう。大丈夫そうじゃない？おー、大丈夫。通常の挙動ですね。階段も同様です。よいしょよいしょよいしょ。すごい素晴らしい。ですがもちろんこちら羊毛なので火がねこのようにあると燃え広がってどんどんなくなってしまいます。こちら注意が必要ですね。で今置いてて思いましたけど、なんかベッドみたいにもできそう。こんな建築もね可愛いですし、仮ですがベッド仕込んでこうしたりしたらなんかキングサイズのリアルに寝れるベッドフレームが完成。いや、こういう建築も楽しんでいきたいね。究極チャンネルアップデート情報も投稿中。視聴者さんにお役立ちするチャンネルを目指して100万人登録目指してます。ぜひこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。アップデート速報をまとめている再生リストはこちらからご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。